さて、フィギュア作成に特化した新たな自動化工場ゲームが登場とのことで、このゲームは買いなのか、今回はブロックファクトリーの紹介を行います。こちら無尽蔵に取れるシンプルなブロックをベルトコンベヤで運び、分割合体加工し、何らかの人形を組み立てる自動化ゲームです。必要な物資は勝手に掘ってくれるため、プレイヤーは回路をうまく作ることで、あとは眺めるだけとなります。フィールドは広めで人形の各部位それぞれを製造する工場を各地に築き上げ、最後はうまく合成した後、画面中央の納品場所に運びます。シェイプツという人気ゲームのフォロワーでもあり、別のアプローチ策とも言えます。他に有名な自動化ゲームというと、ファクトリオやサティスファクトリーがありますが、それらはサバイバル的要素も多少含みます。プレイヤーキャラがいて序盤は自ら物資を集めることもあり、貯めた素材で新たな施設を作り、多少の敵への対処も必要だったりと、サバイバルの拠点作り、特化ゲーとも言えます。対してシェイプズは既存自動化ゲームのミニマム化を行った作品でもあります。物資や無尽蔵というのはサティスファクトリーと一緒ですが、敵は存在せず、自分は紙視点でプレイヤーキャラは存在しません。作る製品は幾何学な形状の図形であり、初めはまん丸だったり、真四角の物体を掘ります。それを小さな工場で二分割、あるいは合成し、時には回転させ、現在求められているものを作り上げ、特定の場所に運び、納品します。そして完成品をまた別のものと組み合わせ、次々と新たな部品を開発し、いずれ世界が宇宙規模の巨大工場になっていく、そんなゲームです。またシンプルな世界で紙視点でもあるため、図面上へのベルトコンベヤラインはとても引きやすいです。指定範囲のコピー&ペーストやカット&ペースト、もしくはコントロール Z のやり直しなど、編集機能がついており、見た目が良くない部分は簡単に調整できます。これが自動化ゲーの中でも何よりも優れている点です。代わりにパーツの組み合わせが多大に発生するため、どの順番でどう組み合わせるか頭が混乱します。パズル的要素も強めというのが特徴です。しかして序盤のチュートリアルからしっかりと段階を踏んで教えてくれるため、繰り返すうちに次第に誰でも悩まずに複雑なパーツ作成が可能になるという学習要素も兼ねています。まとめると既存工場ゲームはいかにベルトコンベヤラインを作るかに頭を悩まされられますが、シェイプズはパズル要素に悩まされるというのが特徴です。ここで今作ブロックファクトリーはシェイプズのゲーム性をもとに最終的に作るものは可愛い 3D フィギュアであるという点で差別化を行っています。平面的ではなく立体的に組み合わせ、着色も活用し、何らかの動物や物体を組み立て納品します。ステージクリア式でもあり、1ステージごとに違うものを作成し、遊ぶほど施設がアンロックされていきます。それによりより見た目の良いスッキリとしたベルトコンベヤラインが作れるようになります。またステージクリア後も目標が用意されており、達成するとアンロック用のポイントを得られます。1ステージクリアするだけならばステージ内フィールドは空きスペースだらけになりますが、全てを達成しようとするとかなり精密なライン引きが重要となります。まずは気軽にどんどん先のステージを目指し、施設を揃えることです。施設の種類が増えるほど、より今までのステージでの目標が達成しやすくなります。最終的には凝った形状の人形作りとなり、ちょっとやそっとでは作れなさそうですが、できるところから順番に行えば、いずれ誰でも達成できる難易度でもあります。その他クリエイティブモードもあり、自分の好きな 3D フィギュアを作る工場ラインを作成し、他の人にシェアすることもできます。遊んでみた感想としては、シェイプズよりも簡単に美しいラインが引きやすいと感じました。ビギナー向けともなっており、シェイプズはもっと難しいです。ブロックファクトリーは合成時にブロックの回転を同時に行えるため、ラインがスッキリしやすいという理由があります。加えて何よりも面白いのが、その美しいラインにするための調整作業です。先ほどお伝えした通り、シェイプツ系は方眼用紙に線を引く形態であり、コピペやカット、やり直し編集も可能なため、適当にラインを引いておいても、後で移動させたり、作ったものをまとめて別の場所に動かせます。シェイプズよりも簡単でシンプルな動線が作れ、とことん自分の納得いくライン作りが可能であり、これこそがこのゲームの一番の魅力だと感じました。あえて1ブロック分移動を無駄にしようと美しさを優先させることで、モチベーションもそれだけ上がり、ただクリアするだけではないやりがいが生まれます。購入を考えている方は、この点を意識して遊ばれるとより楽しめることでしょう。
ただし現状不評の声が上がっています。ゲームを進めるにつれ動作が非常に重たくなってしまう問題が発生しています。しかも突如の正式版リリースによりなおさら厳しいレビューがあります。シェイプズはご存知、無限とも言える数のブロックが画面上を動き回るゲームです。これを処理できるノウハウがないとドツボにはまります。昔から弾幕系のゲームは工夫が必要であることが多く、ゲームエンジン側が対処策を用意してくれれば良いのですが、ないものもあり、自ら独自の処理を組み込む必要が出てきます。今回のブロックファクトリーは開発側のテストでは問題なかったそうですが、ちょっとやり込むと問題が出てしまうようです。発売後少しずつ暫定的な対処が行われているものの、なかなか決め手となる解決にはなっていないようで、それにより評判も下がり気味です。掲示板の報告によると、開発側5人体制でプログラマー2人とのことで、皆問題対処に苦しみ、眠れない状態になってしまっているそうです。これは地獄ですよ。私も昔デスマーチ状態になったプロジェクトがあり、似たような経験があります。ともあれ今後も改善が行われることがわかるし、価格はとてもお安い、現在 10% 割引の1080円のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ブロックファクトリー。オープニングでは寿司が表示されてますが、しかし日本語は未対応です。さあまずはパイオニアズランド。ここですかね。ここから作っていくのか。あ、これ全体を指してパイオニアズランドなんだ。で、オーシャン。はじめはチュートリアルかな。なんかこれをクリックしろって言われてる。ホットキー。シフトにオルト。R で回転。F は何かな。まあいいや。で、どうすりゃいいんだ。これ何これ。目玉マーク。目玉マークを押したところ、ここに焦点がありましたね。左下がコンパスか。これ何。これを作れって言われてんのかなもしかして。フィギュアビューは。で、ここにピースディスペンサーを置く。ピースディスペンサー。置き方は画面下かな。ムーブメント、ビルド。これベルトコンベア。こんな感じで置けますね。消したい場合は、ライトクリック。もしくは、ライトクリックとシフトで、エリアで消せる。で、ブロック。これを配置するんですね。もっと拡大しようか。これは矢印合わせる必要あんのかな。置いてみた。次はコンベアベルトを置けて言われましたね。これはブロックを採掘すんのかな。この形状の。これでね。よし。運搬してみよう。こんな感じで、ドラッグ&ドロップで、一気に配置できます。さあ、運ばれてきましたね。画面の回転は画面回転もしかしてないこのゲーム。なんかない感じもするけど。さあ、一つ目、目標達成。コインを入手。コインを集めるのが目標でもあんのかな。コインでアップグレードできる？どうした？ゲットコイン。とりあえず一定量素材を送ることで、なんか達成したのかな。で、コインがもらえますと、次はなんだこれ。二つの形状が組み合わさってますね。そして新たなフィギュア。スタッキング。これはなんだ？これまだ早いかな。まずはこれだね。一つ目。ここにも置けって言われてる？なぜ二つ置くんだ？まあいいや。次はスタッカー。合体させんのかな。ここに置けって言われてるね。あいよ。で、ベルト。ベルトは1でショートカット。一つ目達成。さらに二つ目。ラインを引くと。これでここに合体されるんだね。スタッカーで何を作るか。コンフィグかな？どう組み合わせるかを設定する。一つ目を下に。で、二つ目上に。上に置きたい場合はこうか。これで OK かな？で、さらにスタッカーを配置する。そしてベルトで繋いで、分岐させるんだ、こうやって。分岐は楽ちんのようだね、このゲームは。で、ここで、さらに、合体かな？これを下に置いて、ローテート、回転させる。これは、こうか？違うな。こうですね。これで達成。で、二つ目を、あそこに配置しますと。F で、コーナー。曲がり具合を変更できますと。そういう話か。次は、グリャーマシン。グリャー。こうやってちょっとね、掘れない部分があると効率が落ちるんだろうね。まずは一つ目。これ一つとあとは、もう一つ。ブロック。これないな、近くに。これか。
よく見ると、これとこれ組み合わせりゃいいのか。ここにもあるね。ここでもいいんだ。じゃあこっちにしてみようか。ここでいいかな。これが一つ目。何やってもらうね。いろいろやってみよう。そう、考えるの後でいい。こんな作ってからだな。これでまず合体。コンフィグ。コンフィグできません。まだ届いてない。あ、できた。これを支柱にして、まだこれ一つ目。で、さらにベルトを伸ばす。こっから伸ばしたい場合はどこだ、ラインは。あ、トップビューで見やすいね。真ん中だ。こっから伸ばそう。一つ伸ばして、ここに合体。あとこっから、ここでいいかな。これベルト挟まなくても OK なのかな。ちょっと一回やってみようか。お試しで。こうやってね。あ、いけるっぽいね。ベルトなしでも OK だ。スペースの節約ができる。良いかどうかわからないけど。こうかな。これ達成か。で、これは角は一回しか曲がんないの。こっからどうすりゃいいの。あ、こうすりゃいいのか。お次はカッター。分割かな。ブロックのね。で、求められてるものはこれ。タートル。亀状。これ2つと、下のこれ。ブロックは3種類かな。必要なのは。で、これを作る方法を探す。とはいえ、これを分割すりゃいいのか。もしくはでもね、カッターが出たということは、やはり綺麗と言われてんのかな。で、新しいの出ましたね。テレポーター。あ、これはまあベルトの交差ができるんですね。一つ伸ばす。カッターをどこらに配置するか。これ分割するとどうなるんだ。行き先は、コンフィグ。命令を出してみた。これ一回消そうか。消してから伸ばすことで、目的の物が出てきますね。で、もう片方は捨てられてしまうのかな。今んとこね。まずは横方向合体かな。グライディング。これを一つ目のラインとして、で、これをコピー&ペーストできるのかな。シフト、マウスで、ムーブ X。あれムーブはどうした。コントロール Z。コントロール Z も可能である。コントロール X だ。しかしこのコピペ機能はすごい便利だよね。ベルトを伸ばす。ここでコンフィグ。亀の頭。これ目玉ついてるけど、合ってんのかな。まあ合ってると考えよう。で、こっからどんどん分岐させていくから。ちょっと足りないか、ベルトが。分岐用にはね。もうちょい伸ばす必要あるか。こっち一回消そう。これ移動だな。移動、コントロール X。あ、移動楽なの。これ神じゃねこれ。まとめて移動できる。うおー。これは神機能。すごい。便利すぎる。じゃあ余裕を取って。とりあえずここら辺だな。で、ここにあんのがちょっと見た目良くないな。これ一回消すか。で、現状いらないの入っちゃってる場合どうすりゃいいの。バッテンがついて、多分消えてくれてますね。不要なものは。あ、これできないな。この合体が。なんてことだ。まず上で設置しないといけないんだ。で、なんか大きさも違うって言われてる。やっぱり合体する順番が重要なのか。サイズに制限があるな。合体に対するね。早送りありますね。これでコンベヤの速度を変えられる。こうやって、これ下につけたいんだけど。まずこれを先に置く必要あるのかな。これは行きましたね。どうかな。これ合体できなきゃ困るよ。お、これ行きましたね。まだルールがね、そこまで分かってないけど。まあ、なんとかできた。あと頭つけりゃいいんだ。よし、これで完成だ。やったー、亀ができたー。なかなか長い道のりとなりましたが、目標達成ですね、一つ。さあ、成功して、ジオラマ。自分で配置していいよみたいな感じか。あ、ここにはめるんだ。こんな感じで。これ階層か。そのようだね。で、亀を配置。おー、できたー。やっただー。イェーイ。コンプリート。で、続けても遊べるっぽいけど。まあ、次でいいのかな、これは。マシンはアップグレードできる。性能上げられるのかな。スタッカー。3つまで入れられる。で、現状のこのオーシャンはいつでも見れるのかな。うん、それっぽいね。ポイントが今90なんだよな。もっとはめろって話か、ここに。残り口は4つしかないけど。達成方法がわからん。で、ここを拡張していくと、ものすごい重たくなるという話なんだよね。まあ普通にクリアするだけならば、まだ問題ないのかな。
さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。